皆さんこんにちは、小垣子です。今日は娘からリクエストがあったクロップドカーディガン、丈の短いカーディガンを作っていきたいと思います。サイズはレディースの S ぐらいだと思います。すべてのパーツにセンチメートル表記もしているので、違うサイズを編みたい方はご自身のお持ちのサイズ感が好きなシャツなどのサイズを測ってみてカスタマイズしていってください。材料はこちらになります。今回私が使っていく毛糸はヤンスピレーションズさんのバーナットソフティーベイビーというこちらの毛糸で編んでいこうと思います。この毛糸は 100% アクリルで1玉が 280g で662メートルの毛糸になります。私は今回この毛糸をだいたい 400g 使っていきます。そして、かぎ針は帯には4ミリとあるんですけれども、4ミリで編んだところ、ちょっと思ったよりはきつくっていうんですかね、出たので、もうちょっと緩くしたいなと思ったので、4ミリより 0.5 ミリだけ大きい 4.5 ミリのかぎ針で編んでいきたいと思います。日本でいうところの 7.5 号になります。皆さんはもうお好きな毛糸、それに合わせたかぎ針で編んでいってください。そしてあと必要なものは、ハサミ、ステッチマーカー、とじ針、あとボタン。今回私は3つにしたんですけれども、いくつでも好きな数つけてください。ご参考までに私は今回使っていくボタンのサイズは 23mm になっています。そして、ボタンをつけるための針と糸、あとメジャーもあった方がいいと思います。では、まず後ろ身ごろから編んでいきたいと思います。で、その前に今回の、作品はすごい体にフィットするデザインなので、少しめんどくさいかもしれないんですけれども、ゲージは必須になります。先にゲージを測っておいて、その数字をもとにいろんなところの目の数や段の数を出しています。今回私のゲージは10センチ ×10 センチの四角の中ですね。には15目10段入るということになっています。で、後ろ身ごろ、まず編み始めはこの下のリブになります。リブはこの細編みのうね編みで編んでいくんですけれども、編み始めの目の数がリブの幅になります。で、私は5センチぐらいがいいかなと思ったので、11目スタートをしています。11目編んで細編みのうね編みを編んでいくんですけれども、それを何段編むかというのはゲージから出しています。リブを編んだ後、このボディ部分を編むんですけれども、最初にリブを編んだその細編みのうね編みの横を取っていく感じで1段目を編むんですね。その時シンプルに1段につき1目ずつ拾っていったら計算が楽だなと思ったので、1段目ボディ部分は何目必要なのかを計算しました。私の場合は、10センチには15目なので、15割る 10をします。そうすると 1.5 になります。1センチを編むのに 1.5 目必要ということがわかります。で、今回私の場合は後ろ身ごろ編みたい長さは48センチなので、この 1.5 かける48をします。そうすると72になります。なのに73にしたのは軽い勘違いです。すいません。まあ、一目ぐらい違っても大丈夫だと思うので、私はここ73でいきたいと思います。なので、最初はこの11目の細編みのうね編みを73段編んでいきたいと思います。では、まず作り目をします。そしたら次、鎖編みと細編みを一緒に編んでいくという編み始め方でいきたいと思います。まず最初に鎖を2目編みます。そうしたら、今編んだ鎖編みの1番目の目ですね。これの片山と裏山を取る感じで針を入れます。2本取れていることになると思います。そしたら糸をかけて持ってきます。この時持ってくる糸は気持ち長めにしといてください。
そして糸をかけて左側1本引き抜く。これが鎖の役割をします。次、糸をかけて2本引き抜く。これで、鎖と細編みを一緒に編むという編み方の1番目の目が出来上がりました。この目が次の段の最後の目になるので、見失いたくないなという方は、ここでステッチマーカーを入れる場所は、今針にかかっている糸のすぐ下の部位ですね。ここにステッチマーカーを入れておくと、次の段の最後が分かりやすいと思います。続いて次の目は、この左側のラインになります。見えるかな？なので、針をこの左側のラインのところに刺します。そうすると、後ろ側に同じような目があるので、向こう側の目ですね。それも拾ってください。よいしょ。こんな感じですね。そうしたら糸をかけて持ってきます。で、この時気持ち長めにしておきます。そして左側1本、続いて糸をかけて2本。こんな感じでお好きな長さまで編んでいってください。私の場合は11目編んでいこうと思います。11目編み終わりました。続いて2段目を編んでいきたいと思います。まず立ち上がりの鎖1目をします。そしたら作品をひっくり返して、2段目は最後の1目以外はすべて、細編みのうね編みをしていきたいと思います。なので、最初の目、今鎖をしたので、その次の目ですね。この部位の向こう側だけを拾って細編みを編んでいきたいと思います。なので V の字の真ん中に入れる感じで針を入れて、向こう側1本を取って細編みで、この目が次の段の最後になるので、心配な方はここでステッチマーカーを入れておくと分かりやすいと思います。そして次の目は V の字の向こう側1本だけを取って、最後の1目になるまでずっと細編みのうね編みをしていってください。うね編みの細編み10目編み終わりました。最後の11番目はここのステッチマーカーの目になるんですけれども、段の最後の目だけはうね編みではなくって普通の細編みを編んでいきたいと思います。なので V の字の V 両方を拾う感じですね。ちょっと言って分かりにくいですかね。2本取ってます。これで細編みをして2段目が終了です。そしたらあとはこの2段目の編み方をずっと繰り返していってください。私は73段まで編んでいこうと思います。73段編み終わりました。今、編み終わったそのままの状態で長さを測ると36センチ、インチでいうところの14インチになります。これを引っ張ったらどのぐらい伸びるかなんですけど、ちょっと画面に入りきらないかもなんですけれども、引っ張ってみます。今、左映ってないとこが0に合っていて、それがビビビビビッと、38センチは超えるぐらい伸びるので、大丈夫じゃないかなといった感じです。で、1回引っ張るとやっぱ伸びるんですよね。今だいたい40センチになっています。私はこのぐらいでちょっとウエストがキュッとなる感じにしたいので、わざと小さめにしたまんま上を編んでいきたいと思います。続いてボディ部分を編んでいきたいと思います。ボディ部分の、編み方なんですけれども、長編みでも中長編みでもお好きな編み方で編んでいただいて全然問題はありません。今回私は何か今までに編んだことのない編み目で編んでみたいなと思ったので、2本目はちょっとわからないんですけれども、英語で言うところのエクステンディッドハーフダブルクロシェなので延長中長編みっていうんですかね、その編み方で編んでいきたいと思います。まず最初、立ち上がりの鎖を2目します。この立ち上がりの鎖は今回の作品では目の数とはカウントしないで編んでいきたいと思います。
そして次からはこの先ほどリブで編んだところの横に編み入れていくんですけれども、このリブの1段につき1目編んでいく感じでいきたいと思います。なので私の場合は、73段編んだので、今回の目は73目延長中長編みを編んでいきたいと思います。一番初めに針を入れるとこなんですけれども、この分かりやすくポコッと開いているとこではなくて、その手前にまず最初の目を入れたいと思います。なのでここに針を入れて編んでいきたいと思います。まず針に糸をかけます。そしてこのポコの手前ですねのところ、針が入りそうなところに入れて糸をかけて持ってきます。そうしたらまず左側1目だけを引き抜きます。鎖編みを編むような感じですね。そして針に今糸が3本あるんですけど、糸をかけてこの3本を引き抜きます。なので鎖編みを編んで中長編みを編んでいくといった感じになります。そしてこれが一番初めの目なので、分かりやすくするためにはここ最初の目、この針にかかってるすぐ下の部位ですね、ここにステッチマーカーを入れておくと、次の段最後の目がこれになるので、すごい分かりやすいと思います。そしたら続いて次の目はこのポコッと開いてるところに行きましょうか。針に糸をかけてから針を入れて糸を持ってきます。そしたら針に糸をかけて、まずは左側1本、次は残りの3本を引き抜く。で次なんですけれども、このポコッとポコッと穴が開いているところの間は横棒になるかと思います。その時に針を入れるのはこの横棒の下でもいいですし、間でもいいですし、皆さんのお好きなところに入れていってください。針に糸をかけて針を入れて糸を持ってくる。まずは左側1本、そしたら針に糸をかけて残りの3本を引き抜く。こんな感じでずっと編んでいってください。そして最後の目は最後のポコの次だから、最後の1目はここら辺の針の入りそうなとこなんですけれども、そこに針を入れて合計73目になるように編んでいきたいと思います。1段目73目編み終わりました。続いて2段目からなんですけれども、あとは1段目と編み方は同じになります。なので立ち上がり鎖2で、立ち上がったら作品をひっくり返して、根元の目なのでここからですね、延長中長編みをしていきたいと思います。この目、中長編み、上の部分は中長編みになっているので、間違えてこの手前の部位を取らないように気をつけてください。上から見た時のこのくの字ですね、これを取るように針を入れて糸を持ってきて、まずは1本だけ引き抜いて、続いて3本引き抜く。でこの最初の段の最初の目に針を入れておくと、次の段の最後が分かりやすいと思います。あとはもうこれをずっと編んでいくだけになります。そしてこの増減なしの1段目の編み方をどれだけ編んでいくかなんですけれども、私の場合はここのリブの上から編み終わりまでの長さを36センチと考えています。そして私の場合はゲージがたまたますごくシンプルなんですけど、10段で10センチです。なので36センチ編むためには36段必要ということになります。そして全部まっすぐ編むのではなくって、今回ここの首のところ、後ろちょっとへこませたいなと思っています。そのへこませる長さは2センチを考えています。ということは2段なので、36-2をして34段目までずっと増減なしで、私の場合は73目ずつですね、編んでいきたいと思います。そしたら35段目から次、この肩の部分っていうんですかね、この部分を左右それぞれ作っていきたいと思います。この時の目の考え方は、
私はここ最後肩のところ、出来上がりを13センチにしたいと思っています。で、13センチに必要な数をゲージから出します。私の場合、1センチ作るのに必要な目の数は 1.5 なので、13センチ ×1.5 をします。そうすると 19.5 になるので、20目作ったらいいなというのがわかります。そして、最後2センチで減らすということは、私の場合は2段で減らしていこうと思うんですけれども、そしたら1段につきそれぞれ1目ずつ、ここで減らし目をしたいと思います。なので、まず最初の段は35段目ですね。35段目は編んでいって、21段目、22段目、段じゃないですね。すいません。21番目と22番目の目で、延長中長編み2目一度をすればいいなというのがわかります。35段目延長中長編みを20目編み終わったところです。続いて減らし目をしたいと思います。延長中長編み2目の減らし目は、まず針に糸をかけて次の目に針を入れます。で、糸をかけて持ってきます。そうしたら糸をかけて左1本だけを引き抜きます。で、ここで針に糸をかけてもいいんですけれど、そうするとちょっとボリュームが出すぎるかなと思うので、私はかけずにいきたいと思います。かけずに次の目に針を入れて糸をかけて持ってきます。そして針に糸をかけて左側1本だけを引き抜きます。そして針に糸をかけて今針にかかっている4本すべてを引き抜きます。これで35段目の片側が出来上がりです。反対側は後ほど糸をつなぎ直して作るので、続いて36段目に行きたいと思います。36段目、まずは最初に鎖2目で立ち上がって、最初から減らし目をしたいと思います。なので針に糸をかけて、最初の目なのでここですね。ここに針を入れて糸をかけて持ってきます。そうしたら糸をかけて左側1本だけを引き抜く。そして次隣の目に行って針を入れて糸をかけて持ってきます。そして針に糸をかけて左側1本だけを引き抜きます。次針に糸をかけて今針にある4本すべてを引き抜きます。これで減らし目ができたので、あとは残り、延長中長編みを19目編んだら、肩部分っていうんですかねが片方側完成ということになります。後ろ身ごろ片方側完成しました。そしたら反対側も同じように編んでいきたいと思います。編み始めの位置はこの端っこから数えて22番目の目になっています。今そこに針を入れている状態です。そしたら、糸を持ってくるんですけれども、まず作り目しちゃいましょうかね。作り目を作って、でそれを針に入れます。ちょっと大きすぎるので輪っかの大きさを調節して、そしたらまず鎖を2目編んでいきたいと思います。1、2と編んだら、今目が入ってる目ですね、同じところにから編み始めたいと思います。先ほどと編み方は逆になるので、まず減らし目からなんですけれども、まずこの2目を1目にしたいと思います。なので針に糸をかけてからこの目に針を入れて糸を持ってきます。そして糸をかけて左側1本だけを引き抜いたら、隣の目に行って針を入れて糸を持ってきます。そして糸をかけて1本だけ引き抜きます。そしたら糸をかけて残りの4本をすべて一気に引き抜きます。あとは普通の延長中長編みを編んでいってください。って糸が引っかかっちゃいました。編んでいってください。私の場合は35段目は延長中長編みを20目編んでいこうと思います。
では続いて36段目です。36段目、もう延長中長編みを19目編んだ状態なんですけれども、そしたら最後、この2目で延長中長編み2目一度減らし目をしたらおしまいということになります。よいしょ。これで36段目が完成です。あとはもう糸を切ってしまえば出来上がり後ろ身ごろは完成です。続いて前身ごろを編んでいきたいと思います。前身ごろも編み始めは後ろ身ごろ同様にこのリブの部分ですね、ここから編んでいくことになります。そしてリブは後ろ身ごろと同じにならないといけないので、私の場合は5センチ分である11目でスタートしていきたいと思います。で、ここで何段編むかなんですけれども、私の場合、前身ごろのこの幅ですね、ここからここまでは23センチを考えています。なので、そしたら計算で、私の場合は1センチ編むのに 1.5 目必要です。1.5。そしたら今回23センチ編みたいので、かける23をして、34.5 という数字が出たので、四捨五入して35目になるように、リブは35段編んでいきたいと思います。そしてその後、ボディ部分ですね。リブを編み終わったら、もう後ろ身ごろと同様に、このリブの横の目を拾って35目拾って編んでいくんですけれども、その後増減なしで編んでいって、どこまで編むかというと、この V ネックの始まる手前ですね。私の場合はここ19センチを考えているので、19段まで編んでいきたいと思います。そして V ネックの考え方なんですけれども、私はこの V を入れるところ、この長さですね。これを17センチぐらいにしたらいいかなと考えました。そしてこの編み終わりは、この前身ごろのこの肩の部分と同じ長さにしようと考えました。なのでここは13センチということが決まって、そしたらこの17センチの間に23センチあった前身ごろを13センチにしなければいけないというのがわかります。そうしたら、次から目の数でちょっと考えましょうか。23センチは35目なので、35目を編み終わりは13センチ20目。ここと同じなので20目ですね。20目にしないといけないというのがわかります。そしたら 35-20 は15なので15目この間で減らせばいいというのがわかります。なので私の場合は単純に、17段編んでいくうちに毎段1目ずつ減らしていくというのを15段まずはやっていって、そして最後の2段は、減らし目をしないで編んでいくという編み方にしました。19段編み終わりました。続いて V ネックを作っていこうと思います。V ネックの作り方は決まった端っこ。なので今回は画面に見えているこちら側ですね。こちら側の端っこでのみ毎段1目ずつ減らし目をしていきたいと思います。では、まず最初に立ち上がりの鎖2目をしたら作品をひっくり返します。そしたら最初の目で、延長中長編み2目一度減らし目をします。針に糸をかけて最初の目に入れて糸を持ってきます。そしたら糸をかけて左側1本だけを引き抜きます。続いて隣の目に針を入れて糸を持ってきます。そして糸をかけて1本だけを引き抜きます。そしたらこの残りの4本ですね。これを一気に引き抜きます。これで最初の減らし目は完成したので、ここでステッチマーカーを入れておきたいと思います。そしたらあと残りの目、私の場合は33目ですね。これはもう1目ずつの延長中長編みじゃないですね。中長編みを編んでいきたいと思います。続いて21段目です。21段目は
編み始めの方のこちらのラインは減らし目をしないので、普通に延長中長編みをまず32目編んだ状態です。そしたら残り2目になっていると思います。そしたらこの残り2目、先ほど減らし目をした上ですね。この2目でまた減らし目をしたいと思います。なのでちょっとステッチマーカーを取ってから、針に糸をかけて最初の目に入れて糸を持ってくる。そして左1本を引き抜いて、隣の目、最後の目ですねに針を入れて糸を持ってきたら、まずは1本だけを引き抜いて、そして残りの4目を引き抜く。こんな感じで21段目が完成です。あとは20段目と21段目の編み方を繰り返していってください。で、私の場合は減らし目を15段したいので、あともう13段ですね。これを繰り返して、で、最後残りの2段は、減らし目なしの増減なしの2段を編みたいと思います。そして前身ごろは2枚なんですけれども、全く同じように減らし目をしてしまうと V ネックが逆になってしまうので、次の前身ごろを編むときは20段目、私は編み始めで減らし目をしたんですけど、2枚目の前身ごろは編み終わり、逆側で減らし目をするようにしてください。そして編み終わりなんですけれども、後ほど後ろ身ごろと縫い合わせられるように、なのでここの2、3倍なので50センチぐらいですかね、残しておくといいんじゃないかなと思います。続いて袖部分です。袖部分もまず初めのリブは後ろ身ごろや前身ごろと同じように細編み11目の梅編みじゃないですね、うね編みで編みました。で、袖の場合私は32段編みました。軽く手首が一周するぐらいですね。これは娘用なのでもっと緩くなるかと思います。長さでいうところの16センチなので6インチちょっとといった感じになります。では続いて袖の本体部分編んでいきたいと思います。今まで後ろ身ごろや前身ごろはすべてこのうね編みの段の数と同じ目の数を編んでいたんですけれども、袖はちょっと一番初めにパフッと膨らましたいなと思ったので 1.5 倍になるように編んでいきたいと思います。なので私の場合は32段編んだので、1段目は、48目になるように編んでいきたいと思います。ちょうど48じゃなくてもだいたい48みたいな感じでも大丈夫だと思います。ではまず最初立ち上がりの鎖2目をします。そうしたらこの大きくポコッと開いているところではなくて手前のところですね、ここに針を入れて編むんですけれども、ちょっと目を大きくしたくないので、可能であればこの大きな穴じゃなくてこの上のところにまず1回目は針を入れたいと思います。そしたら1つ目の延長中長編みを編んで、そして2回目はその下に針を入れてと編んで、ここで増やし目をまずします。続いて隣のこの丸くなっているところには1目で、ポコとポコの間のこの横棒のところですね、ここに2回延長中長編みを編むようにしたいと思います。2回ともこの線の下に針を入れてもらってももちろんいいんですけれども、私はなんとなく目が目立ってほしくないなと思うので、最初はこの一番上の1本だけを取って延長中長編みをして、次はその下のポコ、ここですね、ここに針を入れて2目押して、その隣のこのパルじゃないですね、丸には普通に1目の延長中長編み、
そしたら横棒のところに来ると思うので、そしたらまず一番上の横棒だけを取って、延長中長編み、そしてその次は横棒の下、今取ったのがここなので、この下の丸の空いてるところですね、そこに針を入れて延長中長編み、増やし目ですねという風に編んでいきたいと思います。そしたら、私の場合32段の横を 1.5 倍で取ってるので、編み終わり最後は今回は偶数なので丸で終わるはずなので、ここですね、ここの丸で終わるんですけれども、その時48目になっているはずです。1段目編み終わりました。そしたら続いて2段目3段目は増減なしで、なので私の場合は48目延長中長編みを編んでいきたいと思います。続いて4段目です。4段目は最初の目だけ増やし目をしたいと思います。まず鎖2目で立ち上がって作品をひっくり返したら、この最初の目ですね、ここに延長中長編みを2回編み入れたいと思います。1回、そしたら同じ目に2回と編んで、そしたら増やし目をしたところを忘れたくないので、ここでステッチマーカーを入れておきます。そして残りの目は普通に1目ずつの延長中長編みを編んでいきます。そしたらこれから先は増やし目を最初にする段を1段編んだら、その次の2段なので4段目で増やし目をしたので、5、6は増やし目なしの1目ずつの中長編みを編んで、7段目は増やし目をして、8、9は普通にと編んでいくので、毎回増やし目は片方に偏らず、次の、7段目は最初に増やし目をするんですけれども、その7段目は今増やし目をした反対側に来ると思います。3段に1回ずつ増やし目なので、毎回右左右左と順番ずつでいいんですね。順番で増やし目をしていきたいと思います。で、私の場合は、3じゃなかった48目から57目、9目増やしたいので、28段目まで増やし目をしたら57目になるので、そしたら28段目以降は増減なしで編んでいきたいと思います。で、どこまで編むかなんですけれども、私の場合はここのリブの端っこから測った時に46センチにしたいので、41段目まで編んでいきたいと思います。そして出来上がったら同じものをもう1枚作ってください。そして袖の編み終わりなんですけれども、前身頃の編み終わりと同様に、後で縫いつなぐ時に使いたいなと思ったので、長めに残しておきました。そして袖部分の編み図といいますか、パターンを描いてみました。で、袖は後ろ身頃や前身頃と違って、ここのリブの部分、ゲージから出したのではなくって、実際自分の手首にはめてみて、このくらいかなというだけ編んだので、実際はこの編み図よりもうちょっと太い感じになります。そして袖のこの減らし目じゃないですね、増やし目をどのぐらいの頻度でやるかの考え方なんですけれども、袖をまずリブのところを、自分の手首にこのぐらいがいいかなという分だけ編んだら、まず1段目はそれの 1.5 倍、延長中長編みを編んだじゃないですか。そしたら次に考えることは、袖の一番最後の編み終わりを何センチにしたいかを決めておきます。そしたらゲージから私の場合はここ、37センチで終わらしたいなと思ったので、37センチに必要なのは、ゲージから計算して57目だということがわかります。そうしたら、私の場合は袖のこのリブの次の1段目、編み終わりが何目でしたっけ？48目ですね。48目で終わってるので、57-48をしたら9ということで、私は9回
増やし目をすればいいんだなということがわかります。そしたら次、私の場合はリブの終わりからこの最後までですね、これが何センチ編むかといったら41センチ。41センチの中に9回増やし目を入れる場所を、ほぼ均等、そこまでこだわらなくてもいいんですけど、左右両方で増やし目をするようにして9回増やし目をしたらいいなというのがわかるので、それをあとは適当にはめていけば大丈夫です。なので別に最後増減なしは13センチじゃなきゃいけないとかそういうことは全くないので、なんだったらここから増やし目をして最後、増減なしというところがなくても構いません。皆さんの増やしたい目の数、袖の長さに合わせて増やし目の位置考えていってください。後ろ身ごろ、前身ごろ、袖すべてのパーツが編み終わりました。続いて肩の部分を縫い合わせていきたいと思います。私は今回縫っていくんですけれども、別に細編みや引き抜き編みなどで編み合わせていただいても全然問題はありません。今私は作品を中表なので内側が表を向いている状態にしてあります。でこの編み方自体が特に裏表がある編み方ではないので、どの面を表裏にしていただいても構いません。ただこの、前身ごろ前身ごろ後ろ身ごろ、この3枚を同じ法則性で、裏表と決めないと、特にこの脇ですね、合わさった時に目が逆になってしまうので、それは気をつけてください。その方向を合わせる合わせ方は簡単で、この編み始めですね、リブを編んだ時の編み始めは前身ごろ、この2枚は同じ方向に糸端が出るようにしてください。なので私の場合は別に左でもいいんですけれども、右にこの編み始めの糸端が出ています。そうしたら後ろ身ごろの編み始めはそれの逆に出るようにしてください。左側です。当たり前ですけど、前身ごろを左端にしている方は後ろ身ごろが右端に糸が出るようにしてください。そうしたら、肩の部分縫っていきたいと思います。縫い合わせ方はもう単純に私は V の字を拾って縫っていこうと思います。なので針に糸を通したら、最初の目なのでここですね。最初の目に針を入れて、向こう側なので前身ごろの方も1番目の目に針を入れてと V を拾って縫っていきたいと思います。次の目はここですね。こんな感じで縫っていくんですけれども、片方が縫えたら反対側も同じように縫っていきたいと思います。肩の部分縫い終わりました。続いて袖を縫いつなげていきたいと思います。袖の位置なんですけれども、今縫い合わせた肩のところから考えて、前身ごろのところと後ろ身ごろのところ、それぞれ同じ段数、同じ長さになるようにしてください。袖と肩の部分を縫い合わせたら、次は袖の下の部分と脇の下の部分を左右それぞれ縫い合わせていってください。続いてリブといいますかトリム編んでいきたいと思います。表を見ている状態で右下から編んでいこうと思います。私はこのリブは細編みを編んでいこうと思います。うね編みでもなくて普通の細編みをずっと編んでいこうと思うんですけれども、その時、この下のリブのところはそのまんま1目ずつ、私の場合は11目拾えばちょうどサイズが合うかなと思うんですけど、その後ですね、この延長中長編みの横の部分には細編みをどのような、割合で入れていけばつったり、あとひらひらになったりしないかなと思ったので、細編みで物差しを作ってみました。でただ細編みを適当な長さ編んだだけなんですけれども、これを合わせてみると分かりやすいのはこの線から線かな。
これが2段分になるんですけれども、その間には細編みが4目入るので、私の場合は11目編んだら1段につき2目ずつ細編みを入れるように編んでいきたいと思います。で、全部1目ずつの細編みかといったらちょっと違って、途中増やし目と減らし目を少ししたいと思います。V ネックのこの下の部分ですね。V ネックが始まるこの地点で増やし目をしたいと思います。1つの目に細編みを2回の増やし目をして、次、前身ごろと後ろ身ごろが合わさっているところ、ここですね。ここでは減らし目をしたいと思います。細編みの2目1度です。そして後ろ身ごろのこの首の空き部分を作ったところですね。減らし目をしているところ、ここでも減らし目、細編みの2目1度をしたいと思います。これは右側だけではなくって左側も同様に、よいしょ、左側同様にこことここで減らし目をそれぞれ、細編みの2目1度をして、で V ネックの下の部分、ここですね。ここでは増やし目をしたいと思います。では編んでいきましょう。まず作り目をして、そしてこの右下の最初の目ですね。この目に針を入れて、そして先ほどの作り目に針を入れて、で糸を持ってきます。そして立ち上がりの鎖1をしたら、今針を入れていたところと同じところですね。ここから編み始めます。細編みなので、糸端も編みくるめながら編みましょうか。細編み、隣の目に行って細編み。この最初の部分は普通に細編みの上を取ればいいので編みやすいんじゃないかなと思います。私の場合は全部で11目編んでいきたいと思います。細編み11目編み終わりました。続いて延長中長編みの横の部分に編んでいきたいと思います。ちょっとカメラを通すと分かりにくいかもしれないんですけれども、私の目にはこのラインがすごい目に入りやすいので、このラインの間に4目ずつ入れていくという感覚で編んでいきたいと思います。針を入れるとこはどこでも針が入りそうなところでいいんじゃないかなと思います。できれば私は2本ずつ取れたら取りたいと思います。そうじゃなくても大丈夫だと思います。1、2、3、4、これなんか1本ですね。こんな感じで、ラインの間に4目ずつ入れていって、で増やし目をするところは増やし目をして、減らし目をするところは減らし目をしてと、左下までずっと細編みを編んでいきたいと思います。1段目編み終わりました。この時点で目がつったり緩んでいたりしていないかを確認してください。もし目がつってしまっているなという方は目の数を増やしてください。逆に緩んでるなという方は目の数を減らしてください。続いて2段目です。2段目は私はシンプルに増減なしで細編みを編んでいきたいと思います。お好みでこういう先ほど増やし目をしたところや減らし目をしたところですね、もうちょっとキュッとさせたいなという方はこういうところで減らし目をしてもらってもいいんじゃないかなと思います。2段目編み終わりました。続いてボタンをつける位置を決めていきたいと思います。ボタンの位置が決まったらそれに合わせてステッチマーカーをつけます。3段目ステッチマーカーのあるところまで細編みをしてきました。そしたらステッチマーカーのところに到着したので、ここでボタンホールを作りたいと思います。私は今回
鎖3目で3目飛ばすという大きさのボタンホールを作るんですけれども、皆さんはお持ちのボタンに合わせたサイズ、鎖を2にするとか4にするとか調節してください。まず鎖を3目編みます。そしたら下も鎖と同じ数ですね。1、2、3と飛ばして4番目の目に針を入れて細編みを編みます。そうしたらこの時点でこのボタンホールの大きさが大丈夫かどうかを確認しておきます。大丈夫そうですね。そしたら、次からまた普通に細編みを編んでいって、でステッチマーカーに到着したら鎖3で3目飛ばすというのをして、あとは残りずっと細編みを編んでいきたいと思います。4段目細編みをずっと編んできて、ボタンホールのところに到着しました。そしたらボタンホールのところ、裏山を取ってもいいんですけれども、私は単純にこの V の字の手前1本側だけに針を入れるようにして、で細編みを編んでいきたいと思います。私は鎖3目編んだので、このよいしょ、細編みも3目編み入れることになります。1、2、3と編んだら次また細編みをしていくんですけれども、ボタンホールはこのように編んでいって、で、4段目が終わったら最後5段目細編みでまたぐるっと編んでいって終了ということにしたいと思います。そうしたら糸処理をしてボタンをつけたら完成です。クロップドカーディガン無事に完成しました。娘にも喜んでもらってほっとしているところです。私が完成品を見て一番感じたのはこの V ネックのとこですね。私の頭の中ではもうちょっと V ネックが深く出る予定だったんですけれども、実際娘が着たら思ったよりはこう締まった感じの V ネックが出来上がったなと思っています。そして着れないことはないので、私もこのカーディガンちょっと着てみたんですけれども、私はやっぱりこのクロップド短いカーディガンを着るお年頃ではちょっとないかなと、私の体型が問題かもしれないんですけれども、娘世代の方が断然可愛く似合っていたんじゃないかなと思います。そして初めて編んだこの延長中長編みですね。これもこう厚みが出すぎないで目が結構詰まっていてお洋服にはいいんじゃないかなと思っています。で、このカーディガン最初の計算がちょっと大変かもしれないんですけれども、最初そこで計算をしてどこで何目をするかを作ってしまえば、あとはひたすら編むだけなので、そこを乗り越えてしまえたら簡単に作れるんじゃないかなと思います。もしよろしければ高評価ボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。では、ありがとうございました。バイバーイ。